高千谷ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は韓流アイドルグループのお見送り会で女性スタッフの剥がし行為が問題になっている件について話していきたいんやけど、このテーマとしては5月の11日に幕張メッセで開催された KCON JAPAN 2025にて韓国の9人組のボーイズグループのゼロベースワンがファンのお見送り会を開催して、そこでファンを誘導したスタッフの対応が過剰すぎるとして、SNS で炎上しとると。で、アイドルのお見送り会といえば、ライブやイベントの終了後にアイドルが会場の出口などでファンを見送り、短い言葉を交わしたり手を振ったりするイベントで、握手会のように一人一人と時間をかけて触れようというよりは、流れ作業に近い形で、ファンは移動しながらアイドルに一瞬だけ会うことができるっていうのがお見送り会の。ほんと歩きながら手振るっていうだけやんな。そうそう。で、今回問題となっとるんが、そこに配置されたいわゆる剥がし行為を行う誘導スタッフが、やり方が雑すぎるとして、X 上で動画が拡散されて炎上しとると。で、実際に、拡散された動画を見ると、スタッフらはファンの体を引っ張るようにしたり、背中を強く押したりするなど、かなり強引な様子で、剥がし行為を行っとったよね。で、その中でも特に髪をシュシュで、まとめとった女の人が、シュシュ女って呼ばれて、X 上で不満を書き込むファンが続出して、実際トレンドの1位かなんかに上がっとったよね。シュシュ女っていうワードが。イベントから1週間近く経って、今これ撮っとるけど、まだ延長しとるからな。未だに。そう。X に上げられてたファンの声が一例として上がっとるんやけど、意味もなくオタク剥がしてせかして笑ってるスタッフなんて二度と雇わないでください。やったり、約1万払って何もしてないのにこんな強引に押されたら普通切れるけどな、みたいな。わからんでもないけどな、それも。で、その、行き過ぎたファンかやじ馬かわからんけど、中には、シュシュ女の顔写真や住所などの個人情報を X 上で晒すといったようなことで、ネットリンチって呼ばれるくらいやりすぎ感はあるよな。そうや。で、そうやって個人情報を晒した人たちに対してまた叩く人たちも現れとる。やりすぎやって言ったり、こういう運営指導でやらされてるスタッフもおるやろうし、こんな顔や名前まで晒すのは良くない。何かあったら大変です。っていう擁護する声が上がってる中、KCON側が公式に謝罪文を X 上で発表して、今後のスタッフへの教育や運営プロセスの強化に努めていき、これ以上のスタッフ個人への誹謗中傷を控えてほしいと。スタッフ個人へ同様すぎた投稿に関しては、法的措置を検討せざるを得ないということへの、理解を求めるように発信したと。逆に公正に出るぞっていう構えやんな。謝罪しつつ。実際俺もこの一連の流れを見て、動画も見たんやけど、確かにシュシュ女の対応に関してはやりすぎる面もあったかもしれんけど、やっぱそれにしてもこんな住所や名前を特定するっていうのはさすがにやりすぎだと思うし、それに伴って模倣犯とかも出てきてもう取り返しにつかんことになっとんのね。で、特に今なんてこのシュシュ女の話題を出せばインプレッションとか稼げて話題にもなるし、便乗してな。で、しかも立ち悪いんが結局この拡散された住所っていうのが結局嘘やったみたいだしな。どっかから拾ってきた画像とかで投稿して、で、これがこのシュシュ女の実家ですとか言ってな。そう。いや、悪質にも程があるやろ。さすがに。っていうか、その投稿もそうやし、その投稿に何の信憑性もないのに、それを信じて拡散してる連中も同罪やね。あかんよな。でそういう奴らに限って、さっきみたいに会社が法的措置を取るなど声明出したらすぐ軒並み鍵垢や非公開にして。ほんとそんなするくらいだったら最初からするなよと思うけど。実家を晒した人の投稿に対して、これがこれ嘘やから気をつけろって言ったら、実家を晒しとったアカウントが一瞬で非公開になっとったな。いやだから最初にこの動画自体を投稿したやつも、ここまで大型になるとは思ってなかったと思うよね。ただ、こんなやつおるわみたいな感じでやったんやけど、それを火種にさらに燃やそうとする奴らがおって。どっちかっつうとこのアイドルの前を通り過ぎる見送り会のスピードが速すぎるとかっていうより、シュシュ女の干したりせかしたりした後に笑いながらやっとるような態度が気に食わんみたいな違反が多いような感じがしたな。確かに。で、批判しとる奴らに対する批判もまた集まってもう完全に収集つかんくなっとるよ。でも、このシュシュ女、要はそのスタッフの人は
会社とか運営の指示に従ってやってるだけなんやから、そうそうそうそ非難されるべきはその運営側の会社のはずなんやけど、その雇われの個人にヘイトが向かうっていうのは、多分攻撃しやすいからじゃん。確かにな。会社に攻撃するよりさ、個人に攻撃してね、実家晒したりさ、インスタとかの、この人個人のアカウントを晒し上げて攻撃する方が、簡単っていうか、よりダメージを与えられるっていう意味で、それを見て盛り上がってる連中もいっぱいおるっていう感じやんな。確かにな。出資女の行動を叩くならまだしもさ、容姿批判とかまでさ、なっとるから、それはマジで意味がわからんと思うわ。ああ、そうやな。顔とかを晒して。もともと、この動画の中ではマスクしてるから顔はわからんだはずなんやけど、シュシュ女の顔が出とる写真とかを引っ張ってきて誰かが。で、その容姿を叩くっていう状態になっとって、もう関係ないやん。もともと言えばそういうさ、ファンをせかしたりすることが批判されとったはずやのに、容姿まで批判しだしたらさ、そう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 。全く関係ないところで、ただのね、もうひがみっていうか、関係ないからな。なんかもうこういう容姿批判とかするような連中がさ、だって社会で普通に存在しとるっていうのが怖えよな。確かに。で、このさ、容姿批判をしとる奴ら、どんな奴らが叩いとんのやろと思ったら、自分自身整形アカウントみたいな、フォローとかいろいろしとる奴が叩いとるんよね。やっぱ自分の容姿に自信がない人ほど人の容姿が気になって叩いてしまうんかな。いや、そういうのあると思うで。もっとかわいそうなのは、デマ情報でさ、勝手に実家の住所とか言ってさ、画像さらされた人やん。そうやんな。全く他人っていうか関係ない人のさ、家をさらしとるわけやろ。個人情報特定したっつっとるやつは。どういう神経かわからんよな。でもそうなるとさ、こういう炎上があるとさ、俺らとかさ、もう全く関係ないのに自分の家、実家とかさらされてさ、これが炎上しとる県の当事者の住所ですとか言ってさらされたらさ、全く関係ない自分が攻撃されたりするわけやん。確かにな。怖いよな。今の時代、そう、下手したら写真載せただけで特定されて、突されるかもしれんしな。変な輩に。全然遠いところから飛び火してくるみたいなことが起こり得るってことだもんな。で、このシュシュ女も、ただ仕事しとっただけでこんなに炎上してさ、これ別に SNS での発信とかな、YouTuber とかやったらそういうリスクがあるの分かってやってるから、自業自得っつうかしょうがないかなと思うけど、この人はただ仕事しとっただけだからな。そうそう。わざわざこんな袋叩きになるような話じゃないから、だから俺はもう、シュシュ女よりも、こうやってシュシュ女を叩いとるやつの方が嫌悪感あるわ。今は X でインプレッション稼げたら、インプレッションで金も稼げるからさ、デマでも何でもいいからとにかく注目を浴びるためにさ、特定したとか言って情報を流すような奴らがいっぱいおるから、昔よりも、だから炎上しやすくなってるってことやんな。いや、それはあるな。うん。自然発生的に燃えとるっていうよりは、燃やしたい奴らがそれを待っとるからさ、意図的に燃料を投下してっとるやん。ここずとばかりな。本当 SNS のネットリテラシーが低すぎるわ、ちょっと。で、このさ、剥がしの件もやけどさ、剥がし自体はさ、ちょっと前にさ、同じ韓流アイドルにキスしようとしたってか、キスしたんかなしてさ、すげえ炎上した事件あるやん。はいはい、あったな。だから、剥がしも、こういうのがあるから、ある程度厳しくすべきっていうのもわかるんよね。やばいやつおるからな。でも、そう、やばいやつは本当におるから。でもさ、こんなさ、ちょっと剥がしの態度が問題で、ネットでさらされたりしたらさ、誰もこんな剥がしのバイトやりたがない。そうやな。そんなリスク負いたくないよな。目の敵にされて。だからやるとしても、完全に、見えやん状態にしてな、ツイッターでとか立てて見えやんようにするとかさ、やるしかない。いや、だからこんな事件があるから、お見送り会とか、人手が集まらんとかなってやらんとかなったらさ、元も子もない。アイドルのお見送り会ってのが、結構定番というか、いろんなそのアイドルのイベントであるっぽくて、で、このアイドルの前を通り過ぎる、歩いて通り過ぎるだけやから、他のやつも見たけど、ちょっと押したりするっていうのは、やりすぎ感もあるけど、スピード的にはこんなもんっぽかったけどな。特別このシュシュ女がやばい対応しとるってわけでもないと思ったけどな、俺は。そうやな。このさ、SNS で叩いとる人らっていうのはそもそも、こういうお見送り会っていうのを知らんかった人たちが、お見送り会に1万近く金払って参加しとるっていうことに、驚いて、で、こういう参加しとる人たちとかをバカにしとる人が多いと思うわ。うん、確かに。で、あと、あり得るのが、同じそういうお見送り会とかに参加しとるやつが、お金も払わずにアイドルの近くで、仕事しとるやつを叩きたい嫉妬みたいな。自分は金払っとんのに。こいつは。じゃあ自分がバイトしたらいいやんな。で、バイトしたら、バイトしたで、こいつも推しにプレサさんつって、雑に扱うんじゃない？
確かにな。アイドルの推しがバイトしとるっていうのは、いろいろ問題が起きそうやわな。確かに。市場が入るよ。でもこのシュシュ女が、この韓流アイドルのファンやっていうのは多分、これ誰かの決めつけやろ。あくまでも決めつけよ。実際推し活をしとる人なんていうのは分からんもん。だいたいインスタアカウントを特定されとるって取る人もおるけど、その特定されとるアカウントが本人のものか結局分かってないしな。それもデマの可能性高いよ。あくまでもな。もともと叩いとる連中も結局外野から叩いとるだけで、このお見送り会に参加した人が発信しとる内容っていうのは少ないんよ。そうやんな。あくまでもあの動画を見て、面白半分で叩いとるやつもおると思うし。他のお見送り会とかでも参加したことある人はこんなもんって分かっとるから、そこまで文句がないんちゃう？やっぱ結局何事もこういう他の自分自身のなんか関係ない界隈を叩きたいやつっていうのは一定数おるからな。ただこんな事件があった中、唯一良かったなって思ったのは、この対応しとるアイドルのファンサは動画見てすごいいいなと思った。素晴らしかった。この韓国のアイドルグループの人たちはすごかったな。すごかった。あれはプロやった。あんなんされたらファンになるかも。ライブ終わりやのにさ、疲れとる様子一切見せずに笑顔でな、ポーズ決めたりして。一人一人にな、しかもリアクション取って、あんなされたらな、ちょっと落ちてしまうな、あれは。男やけど。いや、正直俺もさ、このゼロベースワンって知らんくてさ、韓国のアイドルグループで、なんか多国籍なんやな。そうそう、韓国人が6人の中国人2人、カナダ人1人らしいな。でも良くも悪くもな、これでゼロベースワンの名前知った人も多いやろうし。すごいよな。神対応やな。神対応やった。あの対応されたらちょっとファンになる気持ちわかるな。わかるわかる。めっちゃいい人らやんって思ったもん。見たとき。そう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 。そういう教育を受け取んのやろうけどさ。いや、それにしてもやっぱり表でああいう出せるっていうのはすごいと思う。プロやなっていう感じしたな。曲とか何も知らんけど。確かに。こういう SNS でな、特定する奴らはすごいみたいなさ、オタクの特定の力はマジすごいわみたいな言っとる人らも多いし、実際 SNS 上で特定したって言って情報が出回るとそれ信じてしまう気持ちもわかるけど、あれはマジでデマが混ざっとるっていうことをな、ちゃんと理解して利用せんとな。そう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 。そういうの理解できやんやつは使ったらあかんと思うわ、SNS を。確かにな。受け取り側の判断能力とかモラルを求められとるからさ。何が何でもその情報を鵜呑みにして、で、それがさも正しい情報やと思ってまた自分がそれを発信するっていう、ほんと収集つかなくなってるから、そこは、俺らも含めてちょっと気をつけてやっていかなあかんな。SNS の使い方っていうのは。こういうさ、デマみたいな情報を信用しとる奴らに限ってさ、テレビとか新聞とかオールドメディアがとか言って叩いとるけどさ、よっぽどそうテレビとかの方がな、裏取って信用できるなと思うわ。ネットの情報見とると。確かに。いや、そんくらい本当にな、不正確な情報が出回っとるから。そのあたりの判別はしっかりしていかなあかんな。そんな感じで、今日は韓流アイドルグループのお見送り会で、女性スタッフの剥がし恋が問題になっている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。